今日は新平食堂でございます。春キャベツが非常に今スーパーとかで出回ってる時期でございますんでね、春キャベツのホイコーローと中華かきたまスープ定食ということでですね、美味しい春キャベツを中華定食でお届けしたいと思います。では材料紹介です。ホイコーローですが、豚バラ肉、塩、黒胡椒、キャベツ、ピーマン、ごま油。調味料が生姜、酒、みりん、砂糖、味噌、醤油、顆粒鶏ガラスープの素ですね。本来であれば甜麺醤という甘めの中華の調味料があるんですけど、それで作るんですけど、普通の味噌でも、味噌炒め寄りにはなるけど、きちんとホイコーローの味で作れます。それから中華かきたまスープ、お水、顆粒鶏ガラスープの素、酒、醤油、片栗粉、お水、卵で、ごま油ちょっと香り付けにして青ネギ好みですね。で最後にご飯を添えて定食にしたいと思います。まず中華かきたまスープのベース作っていきましょうね。水入れて火にかけます。でこの間にホイコーローの野菜切っていきます。ピーマンは種を取って、で乱切りですね。このぐらいのサイズいいかな。こんな感じ。そしたらこれもうフライパンに入れちゃいます。先にお湯が沸くまでキャベツは手でちぎっていきますね。だいたい1枚このぐらいかな。もう少し大きくてもいいぐらい。これも入れてっちゃいます。キャベツ炒めはなんか案外みんな美味しく作ってないと思うんですよね。特にホイコーローとかってなんか味がキャベツに絡んでない状態。それはなぜならキャベツがくったりしてないから絡みようがないってことなんでね。春キャベツ柔らかくてくったりして味噌絡んでると美味しいですけどね。こんな感じかな。結構もりっとしてますけど、傘半分ぐらいに減るんで、ここまでやったらスープ仕上げちゃおうかな。調味料入れていきます。酒、顆粒ガラスープから、うっすらお醤油ですね。そしたら沸かして酒飛ばしている間に水溶き片栗粉用意して、で混ざったところでとろみつけていきます。中でちょっと回転させながらダマにならないように一気に溶かし込む。で再沸騰させて粉っぽさなくなるまで。そんなにね強めにつけてないですけど、このぐらいのとろみね。このぐらいのとろみ、このぐらいのとろみで卵をうっすら落としていくとふわふわの卵になるんで、ふわふわの卵もやっぱり長時間火にかけてると硬くなっちゃうから、この時点まで作って炒め物作って最後にスープ仕上げるみたいな感じがいいと思うんですね。なのでここで火は止めます一回。そしたら、ホイコーローの方に戻りますね。まず先ほどフライパンに野菜入れたと思うんですけど、ここにごま油かけました。で全体ちょっとなじませる。野菜炒めの原理ですよね。なんかちょっと油で表面コーティングしつつ中の水分逃がさないようにするみたいな。で蒸し焼きにします。で火つけます。で蓋していきます。トータルで4分ぐらいですね。炒め合わせていきます。ちょっとやっぱり底面鍋肌に当たってると焦げやすいので、途中でねちょっと返すようなイメージでしょうか。そしたら合わせ調味料作っておきます。ベースの味噌、砂糖、みりん、酒からガラスープの素、生姜、すりおろしでお醤油。お醤油でちょっと味噌だけだとちょっと軽い味になっちゃうので、お醤油で締めるってイメージかな。でよく混ぜておくと。はい、こんな感じですね。じゃあお肉も切っておきます。3、4センチ幅って感じでしょうか。薄く塩して胡椒、全体合わせていく。でこれで OK ですね。ちょっと野菜の状況を見ていきます。ちょっと返す。でまた蓋。ホイコーローは好きなメニューなんですか？美味しいやつはなんかやっぱりそのベタっとしてる方が美味しいですよね。お肉には味入ってるけどキャベツにあんまり味が馴染んでないみたいのはすごい淡白な感じで。なるほど。
じゃあシャキシャキ感じゃなくてもいいってこと？シャキシャキはそんなにね消えないので、茹でてるわけじゃないから炒めてるわけじゃないですか。だからそんなにねすごいなくならない。だんだんねこう食ったりして、もうすでに傘がだいぶ減ってる。いいんじゃないですかね。全体食ったりして、さっき傘この辺までありましたから、もう半分ぐらいまで減ってる状態。そしたらですね、このままお肉入れていくとちょっと野菜へのダメージが激しく、肉もちょっと炒めづらい。肉にもちゃんと焼き目つけたいので、一回盛る器でいいので出しちゃいます。そしたらお肉入れていきます。肉もね焼き目ついたところに味がたまりやすいので、ちょっと炒めすぎちゃうとね水分抜けちゃうんですけど、ちょっと強火で焼き目つけていく感じですね。で野菜戻します。でここに先ほど合わせた調味料。見た目的にはね甜麺醤使ってちょっと黒い方がホイコーローって感じですけど、これもね案外悪くないと思いますね。甜麺醤持ってる家庭が少ないです多分ね。でちょっと詰める感じ、気持ち詰める感じ、こういう感じいいね。こういう感じがと OK です。そしたらスープいきます。卵割ってクトクトで、必ず沸騰させてから、細ければ細いほど火が通りやすいわけじゃないですか。それがひらひらになるんで、だからドボって入れると塊になっちゃう。でいきます。ほらひらひらになってきた。わかりますこのひらひら感。じゃあ火止めます。 OK。 こうねこういう感じになりますよね。と盛り付け。簡単にねガラスープで作る本当にベーシックなかきたま汁でもこの卵の作り方によって変わるので、でネギお好みで、お好みごま油ですね。ちょっとはいお茶碗片手に、これバウンド。うまっ。ご飯になりますねこれは。やっぱりくったりしてるんだけど音聞こえますよね。でこのシャキシャキが消えずにくったりさせるっていうのがさっきの蒸し焼き4分間の賜物というか。でここでかきたます。こうやってね持ち上げるとほら糸状なんですよ。ピラピラピラとこれを中華定食屋さんの味です。なんか非常にやっぱりバランスいいですね。かきたまにするとねちょっとリッチな感じ。皆さんぜひ作ってみてください。